この動画ではトマトの生命力、そして初心者でも簡単にできる鈴なりトマトの育て方について解説させていただきます。今年はご覧の通り結構実っておりまして、割とうまくできたんじゃないかなと思っているんですけども、トマトってそもそも生命力がすごいんですね。というのも原産が南米ペルーの高山地帯で、水が少なく寒暖差が激しい、栄養が乏しい土地でも生き延びてきた一族なんですね。そんな劣悪な環境で生き延びてきた一族が水が豊富、比較的温暖、栄養豊かな土地にやってきた。そういったところで元気に育たないわけがないんですよね。そんなトマトですが、日本で登録が確認されているだけでもなんと300種類もあるそうです。元気に育つだけでなく、たくさん実がつくようになるとか、甘くなるように、病気に強くなる、皮が薄くなるなど様々な改良がなされているんですね。しかし昨年僕は何も考えずに100円のトマトの種を買って育てました。特に悪かったわけではないんですが、今年のこの実り方と比較したらやっぱりちょっと高めの品種改良された種の方が良かったんじゃないかなと思いました。ちなみに今年買ってみたのは2種類で、1つはフルティカという中玉トマトです。ホームセンターで500円しましたが、肉厚とみずみずしさがいい感じでした。そしてもう一つがプレミアムルビーというミニトマトです。ご覧のようにブドウみたいに鈴なり状態で実っています。ラベルの表示の通り、これフルーツっていうぐらい甘くなります。で、今年はなんでこんなにたくさん実っているかなんですが、理由として3つ考えられまして、1つは先ほどから言っている品種ですね。そもそもたくさん実ができるように作られているということですね。そして2つ目が土です。昨年は庭にもともとあった痩せ細った土を使っていましたが、今年はツルハドラッグ福太郎で売っている培養土を買ってみました。他もいろいろ買いましたけども、14リットルで230円ほどなのでかなりコスパがいいかと思います。あとトリコデルマ菌という灰色カビ病や根腐れ病の原因となる菌を撃退してくれる菌が配合されていますので、病気になりにくいので助かります。そして3つ目の理由は日当たりですね。当たり前かと思うかもしれませんが、トマトは特に日当たりが悪いとすぐに葉っぱが病気になります。トマトの房のすぐ近くの葉で栄養を作っているので、光合成ができないと実りも良くなくなるんですね。またトマトが赤くなるためには積算温度というのが1200度必要となるんですね。これはつまり毎日平均20度あったとして、赤くなるためには60日くらいかかるということなんですね。ですので日当たりが悪ければ当然積算温度も稼げないということになるので、そういった面でも日当たりは重要ということになります。続きましてトマトの栽培方法のポイントをお伝えします。これはそもそもトマトはそこまで手間がかからない植物なんですけども、たくさん土を入れておけばそこそこ育ちます。あと朝と夕方に水をやることですね。乾燥に強いので最悪朝だけでも水をあげれば育ちます。ただ苗のうちは弱いので、なるべく直射日光が当たらない明るい場所で育てるようにしましょう。僕は出窓でこのように過保護に育てていました。しかし幹がしっかり育ち花が咲くくらいになると生命力の塊になります。あちらこちらからこういった脇芽が生えて葉っぱだらけになってしまいます。これを放置していると栄養が分散してしまい、トマトの生育に障害が出てしまいます。ですのでこういった脇芽は取り除き、育苗ポットに挿しておけば、そこからまた新たなトマトの株が育っていきます。ちなみにこれが脇芽を挿して育てた株になります。今実験しているのですが、雨どいの管に土を入れて脇芽を挿してみたところ、すくすく育っております。土が少なく思えるのですが、トマトは下に根を張っていくので、縦に深く土が詰まっていれば問題ないように思われます。むしろ地表面積が少ない分土が乾かないので良いのかもしれません。このように一旦丈夫な株が育ったら、あとは脇芽で無限に増殖が可能ですし、1月の寒波が来るまで収穫し続けることも可能です。おそらく家庭菜園で一番育てやすい野菜かなと思っております。今からだとホームセンターの苗を買えば30日後には収穫できるかと思いますので、興味のある方は試しに育ててみてはいかがでしょうか。ということで今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。